ついさっき射殺した犯罪者を取り囲み満面の笑みで笑う警察官。あなたにはその笑顔の真の理由が想像できますか？ 1993年12月3日、コロンビア北西部の都市メデジン。そんな、まさか親父が？新聞を握りしめ震える声でそう叫んだのはフアン・エスコバル。彼の父親はコロンビアで巨大な犯罪組織を築き指名手配されていたパブロ・エスコバル。この日新聞の一面を飾ったのは、そんな父パブロが逃走中警察に射殺されたという記事でした。親父に限ってそんなこと絶対にありえない。記事にはパブロの遺体の写真が掲載されており、彼が射殺された事実は誰の目にも疑いようのないもの。しかしその写真を前にしても息子のフアンはどうしても父の死を受け入れられずにいたんです。なぜなら新聞に掲載されていたその写真は、指名手配犯を射殺し誇らしげに笑う警察官たち。その写真は一見彼らが手柄を喜んでいるものにしか見えません。犯人の家族が一瞬で気づいたその写真に隠された疑惑とは。おざす。5年以内になんか結婚とか考えようかな。ケンちゃんです。私と一緒に動物園に行くと意外と楽しいわよ。闇やみこです。みんな楽しいと思ってる？私と一緒に行くことが、まあ一緒にいるだけで楽しい人ですから、私。そうですね。喧嘩はしつつ仲いいですからね、結局。私と一緒にいると楽しいんだ。もうめっちゃ楽しいですよ。言葉から本気が感じられない。そんな嘘だったらこんな 4,5 年もやってんでしょ、一緒に。オードリーみたいな流れで。まあまあそんな感じでね、今日もね仲良くやらせていただいてるんですけれども。でも結婚したいの5年以内。まあそうっすね。結婚する前の準備はもうやり尽くしたと。で、まず彼女まあそれはもうさ、いきなり来んだよ多分。インド映画見すぎて、多分運命の人と出会ったら風が吹くと思ってる、こっちは。インド映画ってあれじゃない、もう神みたいに見えるんでしょ、美しい女性。そうそう、風吹いてくる。で、周りの車とか浮き始めてくる。で、またなんかこの動画見返してさ、あの時あいつだなとか言ってね、その時ね、ケンちゃん、君はいるかな？じゃあこれが結婚式に使われます。じゃあもう一回撮りたいわ。本日ご紹介するのは、コロンビアで史上最悪の犯罪者と呼ばれたパブロ・エスコバルについて。コロンビア北西部の町メデジンは、この男の影響で世界で最も恐ろしい町と言われていたんです。世界で最も恐ろしい町って恐ろしいって何や？恐ろしいって。ちょっと可愛く言っちゃった。めちゃくちゃ凶悪な連続殺人犯だったそのパブロがってか、そういう話なわけ？まあ、ある意味ではね、そうとも言えるんです。ある意味では。はい。そしてね、世間の注目を集めたのは、そんなね、最強最悪の犯罪者、パブロ・エスコバルの死亡報道が出たんです。ですがね、その件に関しては、一部では疑惑の声も上がっていたんです。一体どういうことなんでしょうか？メデジンに響く銃声。1993年12月2日、舞台はコロンビア北西部の都市メデジン。住宅街に響き渡るけたたましい銃声。警察の特殊部隊は一人の男へ向かい、何度も発砲していました。絶対に逃がすな。銃弾をかいくぐり、建物の屋根から屋根へと飛び移っていく男。その軽やかな身のこなしに、警察は特殊部隊の実力をもってしても男の姿をなかなか捉えられずにいたんです。そんな中、ある地点へ差し掛かったところで、屋根の上で小さくかがみ、その身を隠した男。警察は連携を取りながら建物へ侵入し、男を追い詰めていきました。そして、奴が倒れてる。屋根の上だ。驚いたように声を上げた一人の警察官。彼が指さしたその先では、確かに警察が追っていた男が血まみれになって横たわっていました。やった！俺たちはとうとうパブロをやったんだ。射殺されたその男の名はパブロ・エスコバル。その男の死を確認すると同時に、居合わせた警察一同は歓声を上げ始めます。パブロはこの前年に刑務所を脱走し、逃亡生活を送っていた指名手配犯。そしてこの男を葬った事実は、警察にとってその他の犯罪者の逮捕とは比べ物にならないほどの手柄でした。明日の新聞の一面を飾るのはきっと俺たちだ。お互いにそう称え合いながら、その場で記念撮影を始めた警察官たち。彼らの思惑通り、この写真は翌日新聞の一面を飾ることに。そんな新聞を眺め眉を潜めていたのはパブロの息子フアン・エスコバル。親父に限ってこんなこと絶対にありえない。そう、パブロは決してあっさり射殺されてしまうヘマをやらかすような男ではなかったんです。この男、一体何者なのか。それはパブロが射殺される11年前の1982年のこと。パブロさん、本当にありがとう。あんたは私たちの命の恩人だ。メデジンのモラビア地区には一人の男へ向かい、口々に礼を言う住民の姿がありました。住民の輪の中心にいるのは、口ひげを蓄えたがたいのいい男。そう、当時33歳のパブロでした。その後ろでは何人もの男たちが住民たちの元へ重そうな段ボールを運んできていました。また足りないものがあれば何なり言ってくれ。にっこりと微笑みながらそう口にしたパブロ。
量。運ばれてきた段ボールの中には食べ物や衣服などが大量に入れられているんです。このようにしながらパブロはメデジンでも貧困層が暮らしているモラビア地区をたびたび支援していたんです。パブロ犯罪者ってあなたから聞かされてたけど、すごいいい人じゃない？そうですね。犯罪者の一面もあるんですけど、一方でね、貧しい人々を救うっていう義賊的側面もあったんです。貴族？自分なりの正義があって、そういうちょっとこう人から物を取ったりみたいなね、賊をするってことなんですけど。詩人逮捕系 YouTuber ね。全然違えわ。あれはもう自分のためだけだから多分ね。それちょっとやめた方がいいかな。ね、なんか来ちゃうじゃん。いや、私たちを逮捕しに。そう。逮捕しに来ちゃう。そう。怖いわ。怖いからやめてください。触れないで。貧困地区の支援活動から多数の支持を集めたパブロはこの年、コロンビア議会選挙に立候補し、見事当選。政治家としてこの地区の開発計画を担当するようになると、住民たちはこの男への感謝の念をより一層強固にしていくんです。パブロさん、あんた一体どこまで私たちによくしてくれるんですか？もう、なんとお礼を言っていいか。痛く感動した様子でパブロを見つめる住民たち。無理もありません。パブロは新たに開発した埋め立て地に300軒もの家を用意し、モラビア地区の住民443人をこれまでよりずっと衛生的な家へ転居させたんです。さらに住民たちに仕事を斡旋し、彼らの経済状況は瞬く間に改善されていったんです。開発事業の資金は全てパブロの一声で用意されたもの。そう、実のところパブロは当時世界で7番目の大富豪とされていた人物でした。アシェンナ・ナポレスと呼ばれるパブロの自宅はその一つだけでまるで小さな国のよう。広大な敷地内には27もの人工の湖が作られ、動物園や飛行機の滑走路、ゴーカートのコースなど様々な施設が並んでいるんです。しかもこのアシェンナ・ナポレスもパブロの100軒を超す自宅の一つに過ぎないんです。そんなパブロが貧困層の支援を行う理由はこうでした。私自身が貧しい家で育ちましたからね。貧しい方々の気持ちは他のどの議員よりもわかるつもりです。もう意味わかんないレベルのお金持ちじゃないのよ。何この人。しかも1台でここまで成り上がったわけでしょ？何したの？パブロはですね、その富の全ては犯罪によってね、稼いでいたんですよ。ってない。もう一つの顔。ある日、パブロの自宅敷地内の滑走路で飛行機から姿を現したのは彼のお抱えパイロット。よくやってくれたね。ありがとう。パイロットに向かって愛想よく笑うと、パブロは重そうなアタッシュケースを彼に渡しました。そのケースの中身は大量の札束。なんと日本円にして5000万円以上の額が入れられているんです。1回のフライトの報酬としてはあまりにも法外すぎるその額。しかし、パイロットが驚くことはありません。今回はどうだった？危ないことはなかったか？パイロットの身を案じるようにそう言ったパブロ。そう、彼が渡したその報酬は今回のフライトの危険性を踏まえれば当然とも呼べる額だったんです。パイロットから報告を受けながらもメンテナンスの際にしか開けないような機械部分までつぶさに飛行機をチェックしていくパブロ。ただ彼が確認しているのは飛行機のパーツに異常がないかなどではないんです。パブロがこの時確認していたのは、これらの場所に隠されていた違法薬物が無事に顧客に渡ったかどうか。そう、政治家となったパブロの真の正体は違法薬物を扱う犯罪組織メデジンカルテルのトップ。パブロは当時薬物の取引を通じ1日に60億円以上の収入を得ていました。これこそが恵まれない家庭で育ったパブロが巨万の富へたどり着いた方法だったんです。政治家が1日に60億分の違法薬物取引してたってもう話が異次元すぎてちょっとついていけないわよこれ。でも道理でって感じよね。警察も躍起になってたら捕まえるわよこんなやつ。こんな犯罪がねまかり通ってるってことに驚きますよね、まず。ところでね、皆さんカルテルって言葉結構聞くじゃないですか。僕、クレイジージャーニーとか好きなんですけどね、結構麻薬カルテルとか〇〇カルテルってね言葉よく聞くと思うんですけど、意外にその意味知らない人もね、多いと思うんです。というわけで本日のメトラーキーワード、カルテルについて。カルテルとは市場を独占するために結ばれる企業同士の協定のこと。取り扱う品物をカルテルに参加している企業だけが独占すれば、消費者はそのカルテルから目当ての品物を買わざるを得ません。すると過剰に価格を釣り上げても取引が成立するため、カルテルを結ぶ行為は独占禁止法違反とされているんです。特に違法薬物を扱うカルテルは独占禁止法に触れるだけではなく、扱う品物自体も非合法な根っからの犯罪集団、誘拐や暴行などその他の犯罪行為を伴うケースも多々あります。そのため違法薬物のカルテルの場合はギャングやマフィアと同じような意味でカルテルという言葉が用いられることがあるんです。恵まれない家庭で育ったパブロは大人になるにつれ、犯罪こそが自身が財を成すための唯一の手段だと考えるようになりました。そして大学中退後は違法タバコの販売や自動車の窃盗、身代金目的の誘拐など様々な犯罪に手を染めていくんです。その日々で築いたコネや溜め込んだお金を使い、1976年にメデジンカルテルを設立。違法薬物の取引において障害となる政治家や司法関係者、ジャーナリストなどを組織の力で
ねじ伏せ、1日60億円以上稼ぎ出す取引ルートを築いていくんです。取引に応じない政治家や警察がたどる道はいつも決まっていました。そう、メデジンカルテルは敵対した人物を含め、これまで4000人以上を殺しているんです。パブロは周囲を嗅ぎ回る警察を次々に消していくため、メデジンの街は慢性的な警官不足。無法地帯となったメデジンでは、メデジンカルテルと対立組織のカリカルテルがたびたび抗争を起こしていました。こうしたパブロの影響力を持って、メデジンはいつしか世界で最も恐ろしい街と呼ばれるように。ただ、そうやってメデジンカルテルが危険視される中、パブロは1991年に警察へ自首。これは違法薬物取引の被害を受けていたアメリカが彼の身柄を引き渡すようにコロンビア政府に圧力をかけたことがきっかけ。アメリカに引き渡されれば俺は拷問される。下手したらアメリカで死ぬかもしれない。警察さえ手玉に取ってしまう犯罪者であっても、大国アメリカから睨まれればひとたまりもありません。そのためパブロはコロンビア政府に次のような交渉をしたんです。メデジンカルテルはこれからコロンビア国内で犯罪を犯さない。その代わり私の身柄を保護してほしい。結果コロンビアでは犯罪者の国外引き渡しを禁じる法律が作られ、逮捕されたパブロはまんまとアメリカへの引き渡しを逃れるんです。そして逮捕されたといっても、それはあくまで形式的なものでした。ここからパブロが過ごすことになったのはラ・カタルダルという彼自身が設立させた刑務所、サッカースタジアム、ジャグジー付きの大浴場、カジノルーム、ディスコ、パーティー会場など建物の中には多くの娯楽施設が配備され、外出も自由。昼は施設で一流シェフの料理を堪能し、夜は取り巻きの女性たちと街へ遊びに行く。パブロは収監された身でありながらもそんな気ままな日々を送っていたんです。そして疑惑の射殺事件が起こったのはこの後彼が刑務所を脱獄した際のことでした。これってさ、刑務所が隠れ蓑になってて、なんで何も不自由がないのにわざわざ自分から脱獄するわけ？まあ普通ね、こんな贅沢な暮らししてたら、ある一部の人からはね、反感を買っちゃったりしてたわけなんですよ。そしてね、この後パブロは射殺されるんですけど、そんな射殺にまつわる疑惑とは一体何だったんでしょうか。絶対に殺せない男。1992年7月、パブロが収監されている刑務所ラ・カタルダルの周囲には400人もの軍人が集結。そう、この日はパブロの別の刑務所への移送日。実のところパブロのラ・カタルダルでの贅沢ぶりを知った政府関係者からは、かねてから厳罰を与えるべきだという意見が出ていました。そして移送の決め手となったのは、組織の仕送り額のトラブルをめぐりパブロが刑務所内で部下を殺害したため。この殺人の事実を隠蔽しきれず、パブロは別の刑務所への移送の口実を政府に与えることに。移送先はパブロの息がかかっていない刑務所。彼の待遇が天国から地獄へ変わるのは目に見えていました。そしていよいよパブロの身柄が引き渡されようというその時、お前は俺を捕まえようとした代償を払うことになる。自身へ歩み寄った法務次官を前に意味深なセリフを放ったパブロ。次の瞬間、法務次官は銃を突きつけられ人質に取られていました。その隙を逃さず配備された兵士へ一斉に射撃を浴びせるパブロの部下たち。死人や重軽傷者が多数出る中、パブロはそのどさくさに紛れ姿を消してしまうんです。こうしてコロンビア政府から指名手配されることになったパブロ。彼はこの後政府だけではなく、恨みを買っていたアメリカの諜報機関や対立組織のカリカルテルからも追われる身となっていくんです。そして逃亡する最中、パブロは自身の居場所が特定されないように細心の注意を払って行動していました。彼は通話が探知されるのを避けるため、家族にさえ自分への電話を禁じていました。しかしパブロが逃走して約1年半が経とうという1993年12月2日、警察特殊部隊はついにその居場所を特定しパブロを射殺。国内一の凶悪犯罪者が葬られたというそのニュースにコロンビア中の注目が。ところがある理由からパブロの家族だけは彼が射殺された事実をどうしても受け入れられずにいたんです。不安か、父さんだ。受話器からパブロの声が聞こえた瞬間、息子のフアンはすぐに電話を切った。どうしてかけてくるんだ、親父。そう、あれだけ家族に電話をかけるなと言っていたにもかかわらず、パブロはここ最近頻繁に電話をかけてくるようになった。フアンは父の居場所を知られることを危惧し、その度すぐに電話を切っていた。俺だって本当は親父と話したいけど。それでもパブロからの電話はしつこくかかってくる。フアンは苦しそうに電話を見つめた後、受話器に手を伸ばした。親父、誕生日おめでとう。その日は1993年12月1日、パブロの44歳の誕生日だった。ああ、ありがとう。この日親子は家族がチリジリになってから初めてまともに会話を交わした。そして盗聴を警戒した短いやり取りではあったが、パブロはこの時後の疑惑につながる一言をしっかりと残していた。不安、俺がいつも言ってたことを覚えてるよな。フアンは瞬時にパブロがいつも話をしていたその一言を脳裏に浮かべていた。俺は捕まるぐらいなら自分から死を選ぶ。
生前息子のフアンに対し警察に追い詰められた際の自身の行動について何度も言い聞かせていたパブロ。同時に彼はこうも話していたといいます。俺がもし自分から死を選ぶなら右耳から頭をぶち抜く。パブロが警察に仕留められた際、その死因は右耳から頭を貫いた銃弾だったとされています。さらに警察はパブロを射殺したと主張しているものの、実はとどめを刺した狙撃手や銃の特定はされていません。これってもしかしてさ、警察はさ、パブロが本当はしてたのに自分たちの手柄に見せかけてたってことじゃない？真実は定かではないんですけれども、息子はパブロが射殺されたことを信じていないんです。親父は射殺されたんじゃない。実したんだ。パブロが射殺されたという報道に対し声を大にして異を唱えた息子のフアン。用心深いパブロが亡くなる直前に何度も電話をかけてきたことも、自ら命を絶つ前に家族の声を聞こうとしたのだとフアンは感じていました。パブロの遺体を囲み嬉しそうに笑顔を浮かべていた警察官たち。その写真には国一番の凶悪犯罪者の死に乗じ、自分たちが英雄になろうという邪念が隠されているのかもしれないんです。数十年にわたりコロンビアに混乱をもたらした犯罪者パブロ・エスコバル。彼の死には多くの国民が安堵の声を漏らしました。その後、世界で最も恐ろしい都市と言われたメデジンの治安はみるみる回復し、現在では国内でもトップクラスに安全な街とされているんです。一方、パブロの支援で困窮した生活から救われたモラビア地区の人々は、その街の名をバリオ・パブロ・エスコバルに改名。今も彼への感謝と敬意を忘れずに暮らしているんです。良くも悪くもメデジンの街に多大な影響をもたらしたパブロ。あなたはこの男の死が本当に他殺だと思いますか？